ちは、川勝の木です。今日は靴が完成しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはキッシュ・ザ・ワークのナンバーズコレクション第21作目ナンバー21月影です。こちらの靴は制作過程の動画は一切公開してなかったんですが、密かに制作をしてました。別に密かにする必要はなかったんですけど、時間の関係とかね、いろいろあって完成の動画で初めてお披露目となります。ナンバーズコレクションは僕が見てみたい靴、作ってみたい靴、やりたいことをね、時に実用性を考えずひたすら創作意欲をぶつけて作るシリーズなんですが、今回制作した靴は実用品ではなく芸術作品としての靴ということで片足のみの制作となります。今回この動画でデザインの解説と制作工程の紹介、そしてこの靴の展示に関する詳細もお話ししていきたいと思います。まず展示に関するお話です。こちらの靴、通常ナンバーズコレクションというのは11月半ばから後半にかけて毎年キッシュ・ザ・ワークとして行っている展示会に向けて制作して展示していたんですが、今回この靴は別な展示会に向けて制作を行いました。その展示会、チェリーシューズと言います。これは靴に関するクリエイターを集めた展示会なんですが、ちょっと公式の文章がありますので読みますね。チェリーシューズ、毎日履いている靴を今よりめでたくなるきっかけを作る靴にまつわる展覧会。ビスポーク、リペア、カスタム、そしてアート、8人のクリエイターが作り出すめでたい靴。めでたいというのはですね、可愛がりたいというめでたい靴に触れてみよう。チェリーシューズという名称はチェリッシュ、この意味は大切にする、慈しむ、愛おしむ、心に抱くという意味のチェリッシュとシューズを組み合わせた造語ですということですね。でこれ開催時期が9月6日7日の福岡三越旧開催事場、9月27、28札幌大丸、10月25、26東京スカイツリーということで、展示の期間が複数回に分けてあるんですが、これなぜかというと、靴磨きの大会シューシャイングランドプリックス2025というのが行われまして、それの予選本戦会場にて同時開催としてこの靴に関する展示会が行われます。参加メンバーとしてはキッシュ・ザ・ワーク、ケンシヌマ、ケンジロ川島、リクチュール、シュン広瀬、アトリエ加藤、ラウ加藤、バナナ山本、シューツリー、コウスケ、杉本、ハドソン靴店、ルイ村上、スタジオヒデン、マサトモ佐藤ということで、8人のクリエイターの方を集めて展示会が開催されるということです。僕もそこに参加させていただくことになりましたので、主に今回その展示会に向けてこの靴を制作しました。それではこちらの靴、画像なんですが制作過程をお見せしながらどんな風にして作ってきたのか解説していきます。制作過程は写真でたくさん撮っておきました。まず今回の作品はブーツを作りたいなという個人的な思いがありました。やはりブーツ独特の造形美というのがありますので、今までねキッシュ・ザ・ワークとしてブーツに手をつける機会ってあんまり多くなかったので、そろそろブーツも作ってみたいなということで、ブーツ、そしてかなり日本的な要素を強くコンセプトに掲げました。そこでアッパーは一枚革を使ってます。一枚革といっても今回コンビ仕様にするんですが、ぐるっとブーツ全体を覆う一枚の革、継ぎ目のない一枚の革で構成します。着方ももちろんこれナンバーズコレクション用に制作しました。着方にぐるっと革を癖付けしてあります。これ本当に抑揚が強くて、通常の短靴でもこういった癖付けって結構難しいんですけど、ブーツとなるとさらに難しくて、何日かに分けて引っ張って癖付けをしていってます。かかともぐるっと一枚になってます。ちなみにこの癖付けの難しい部分って結構このかかとの癖付けって難しくて、かかとってとっくりみたいな形状になってるんですけど、このとっくり部分をしっかりマイナスカーブというへこむカーブですね、ここに沿わせていくっていうのは結構難しいです。またこれを作るにあたってライニングもあらかじめ癖付けというか先に木型に沿わせてあります。これなぜかというと、ライニングがね木型を覆うような状態になってるんですけど、今回このアッパーの癖付けは非常にシビアでして、ライニングの厚みとか芯の厚みもしっかり考慮していかないと後々矛盾が出ちゃうというか無理が出ちゃうので、しっかり精度高いものを作るためにライニングもあらかじめ先に吊り込んで、さらにその上に芯も入れて、そしてアッパーをぐるっと1枚で癖付けしていくという工程をとっています。
アッパーはコンビ仕様と言ったんですが、コンビにする革はこちらの白い革。これはですね、動画にも何回か登場してるんですけど、黒山革というシボのある革、片押しの革の表面、ボコッと盛り上がってる部分に漆を塗っていくという革で、坂本商店という革屋さんが作ってます。坂本商店に訪れた動画も上がってますので、ぜひそちらもご覧ください。日本的なイメージで作っていきたかったので、そういった日本ならではの素材というところでこの漆革を採用しています。そして今回もう一つ掲げたテーマは月ですね。割と僕なんか靴と月って相性がいいというか、関連する部分が多いなというか、チャンピオンシップの靴の方でも少し月っていう要素を入れてみたりとかしてるんですが、今回はがっつり月です。なぜタイトルが今回月影です。月の光と影というところに焦点を当てていってます。なので一枚側ぐるっと覆う部分は黒、影を表しますね。そしてコンビにする部分はその反対、白です。そしてライニングは金色ですね。全部金色です。金色って言ってもキンキラキンというよりはちょっと脂肪の入ったくしゃくしゃってなった感じで、なんか奥行き感があるような金色の革。これは羊の革なんですけど、そういったものを使ってます。そして、今回ブーツなんですが、一枚側のこの甲の部分の抑揚を際立たせるためにサイド側ブーツとしてます。サイドにゴムがついてますね。実際この靴は展示品なので履けるものではないんですが、しっかり機能として、持たせるためにサイドにゴムを入れてます。これがこのゴムがついたサイドのパーツですね。そしてアッパーすべて手縫いしてます。これがもう本当に大変だったんですが、手縫いしなくてはならない理由がありまして、これはベルト部分ですね。今回サイド側ベルトブーツということで、あんまり見ない方ですが、サイド側ブーツにプラスベルトがついています。このベルト部分を手縫いしているところ。そしてこれがアッパーを曲折消したものを立体裁断した状態ですね。そして縫い目の穴を全部開けてます。金具もこの状態でつけてます。ここに先ほど作ったゴムのパーツを手で縫い付けていきます。これなぜ手縫いしなくてはならないかというと、ミシンが入らなくてですね、この靴の構造上、あとはもうこの立体造形上、ミシンを入れて縫うことがちょっとできないなというのはもう分かってたので、もう手縫いでやっていこうということで、全て手縫いしてます。ミシンが入らないということはよっぽど奥まっているということなので、手で縫うのも非常に大変でした。これ手縫いするのだけで丸2日ぐらいかかってますね。そして最後にベルト部分をつけて、これでアッパーが完成です。黒と白、そして金色という3色を使って、この状態でもどっかね、日本的な雰囲気を感じられる、そんなデザインになっていると思います。非常に立体的なので、皮を柔らかくする柔軟剤という液体があるんですけど、そういうのも使いながらしっかりこの抑揚のある木型に皮を吊り込んでいきます。そしてここからは底付けに入りますね。この靴の底回りに関してはそれほど特徴的なことはやってなくてですね、本当に精度高く綺麗にドレッシーに仕上げていってます。なので通常の吊り込み、すくい縫い、出し縫い、そういった工程を踏んでいきます。中物は今回かなり極端ですね。レザーのシャンクを入れてるんですが、このシャンク非常に盛り上げを高くして抑揚のあるすごく出っ張り感の強いウエストになっています。そして出し縫いを行う前に本底、土防腰はあらかじめやっておきます。あまりにもソール面の起伏が激しいので先にやっておきます。中物で作った造形をしっかりソールに出していきます。そしてウエスト部分はベベルドウエスト。今回かなり全体的に華奢に見せたかったので、ベルトも薄くして使ってますし、ソールも薄いものをさらに加工してより薄く見えるようにして使ってます。サイズ的にはだいたい25センチぐらいのサイズ感なんですけど、かなり女性的な感じで仕上げていくというのが今回の方向性です。ピッチは 16SPI ですね。1インチに16針縫っています。そして出し縫いが終わってソール面を磨き上げた状態です。フィドルバックの突起がしっかり出ているのが分かります。そして一気に積み上げまで進んだんですが、今回ヒールの積み上げは13枚、通常が4枚とかなのでかなり高いですね。木型作るときに今回ヒール高めに作ってます。
ただ削るだけではなくて、このアッパーかかとの部分のヒールカップのえぐれ膨らみ具合にぴったり合うように、この積み上げも曲線を描くように削っていきます。ここは本当に何度も何度も光にかざしながら 0.1 ミリでも変な曲線というか変な面がないように入念に削っていきました。そしてソール全面にバフをかけて、顎形状は通常とは異なるフィドルバッグに合わせたような形状になっています。そしてソール小刃面を染めていきます。ローを塗って磨いていきます。ソール面も染めてローを塗り込んで磨き上げた状態です。ここにマスキングテープを貼り、ソール面に純金箔を貼り付けます。本当に純金箔って薄くて信じられないぐらい薄いんですけど、慎重に貼り付けた後に柔らかいブラシ、毛ですね、で押さえ込みます。あらかじめこの金箔用の接着剤っていうのがあるんですけど、これを散らしてつけましたので、それに合うように金箔も少しおぼろげな感じで接着されています。そしてマスキングを剥がした状態。今度はシューツリーの製作ですね。今回ブーツのシューツリーかなり丈が長いので、通常の木型にプラスして高さを出して作っています。こんな風にシューツリー削って作っていって、最後に金色っぽく染め上げて完成です。ということで製作工程を紹介していきました。ここからは実際にこの本物の靴を見て細部を見ていきたいと思います。こちら完成したナンバー21月影です。靴作りを始めてからずっとやりたかったことの一つが和シリーズの靴を作るということでして、和シリーズというのは日本の和ですね。さまざまな素材とかデザインによって和の雰囲気を感じさせつつ、それが格好悪くない洗練された靴シリーズというのを作りたかったんですよね。それをもうまとめて制作したものを発表したかったんですけど、なかなかそういった場難しくてですね、ナンバーズコレクションでいつかやろうとは思ってたんですけど、なかなか難しくて、でこういうふうに今回とかチャンピオンシップなんかでそういった表現をちょこちょこ入れていってるんですけど、非常にこういうことをね、なんかわからないんですけどやりたいなっていうずっとありまして、今回はかなりそれを表面化させて、そういった要素を多めに取り入れたものになります。ということでタイトルも今回は完全に2本目として月影とさせていただきました。こうしてやっぱ見ていただいても分かると思うんですけど、やっぱそのヨーロッパの靴にはないデザイン、雰囲気というのが漂っていると思います。そんな風にね伝わっていれば嬉しいんですが、デザインとしてはサイドゴアベルトブーツ、そんな感じになると思います。サイドゴアですね、この部分にゴムがついてます。そしてベルトもついてますね。ここ金具で留まってます。ベルトは前から見ると内外非対称になってまして、内側この部分から始まって斜めに落ちていくようなベルト形状になってます。そしてそれに伴ってこのサイドゴアのこの白いパーツなんですけど、内側はこうくり抜かれた形ですね。そして外側はベルトに引っ張られて少し本体の皮がせり上がってきたみたいな、そんな感じの形状になってます。この一枚革の黒い革なんですけど、継ぎ目はありまして1箇所あります。ここですね、かかとの内側の部分にシャドウステッチでついてあります。なので今回の靴パーツとしては大きい革1枚とベルトパーツ、そして内外のこの白いパーツですね、1,2,3,4パーツで構成されたブーツです。そしてブーツを作るにあたってやはり一番見せたい部分、強調したい部分っていうのはブーツならではのこのラインですね。単靴だとここまでしかないので、この低い甲からぐっと立ち上がるっていうのは表現できるんですが、その後それがさらに足首につながっていくラインっていうのがやっぱりブーツならではなので、この曲線美っていうのは実際足なりに作るともう少し穏やかになると思うんですけど、今回は彫刻作品として非常に抑揚の強い形状で木型を制作しました。そしてかかとですね、
やはりかかとも足の甲と同じく、短靴であればここでこう丸みで終わっちゃいますけど、その後ブーツであれば足首につながる逆カーブが発生してきますね。これ非常に美しいですよね。なのでこういったところも通常よりも強調するような造形で木型を作ってあります。そしてそこからつながる積み上げの曲線ライン、アッパーはツヤの黒い部分はイルチアのボックスカーフを使っています。そしてこの白い部分ですね、坂本商店製の白漆の皮。この白漆の皮ですね、皮をこう伝統技法で白くなめした後に表面に白い漆、白い漆といってもですね、真っ白ではなくて色味としては少しベージュに近いですね。この巣の皮の方はかなり白いです。そこに少しそれよりも色味についたベージュっぽい色味の白漆が乗っかっているという皮ですね。そしてここゴム入ってますので、実際に履くときには伸びていきます。この黒ザンガーの特徴は漆が塗られているので、その漆の部分は本当ツヤツヤなんですよね。こうして革で見ると光に照らすとキラキラ輝くのが分かりますかね。つま先形状はスッと薄めに落ちていく。これ実はソフトスクエアになってます。微妙にスクエアっぽい感じに削ってます。あえてあんまりロングノーズにせずに優しい形状のスクエアにすることによって優しさみたいなところとか曲線美、ちょっとヴィンテージっぽい感じっていうのを意識してます。そしてこのブーツのシャフトの先端部分ですね、ここは少し鋭い形状にして、チャンピオンシップのローファーのにもこういった形状を取り入れたんですが、そこに習ったオマージュしたような形状になってます。ソールはこんな形で今回かなり大胆に作ってみました。やはり一番目を引くのはこの月ですが、その前にソールそのものの造形を見ていきます。今回制作中かなり中物を持ってウエスト中央の突起を激しく隆起させました。横から見るとこんな風に1センチ以上盛り上がってます。ここまでできるのはやはりこのハイヒールだからこそという部分はもちろんあります。通常ヒールがもうちょっと低ければウエストが地面についちゃいそうになるぐらい結構盛り上げてますので、ここまで隆起が大きいっていうのはちょっとヒールが高めならではですね。そしてウエスト中央から Y 字に広がるこの部分、激しくエッジが立ってます。ヒール形状は真ん中に突起のあるヒゾールバッグに合わせたような顎形状になってます。ソール面全体真っ黒に染めてローで磨いてあります。内側から見るとこちらベベルドウエストで非常にえぐり込んだソールになっているのが分かると思います。ソールのステッチは 16SPI ですね。一応実用不可能ではないレベルですが、かなり細かく塗ってあります。ソールも薄めに、そしてコブ幅もかなり抑えた華奢な作りになってます。そしてこの金色の部分ですね、本物の金箔を使って月を表現してますね。表現というよりまさにもうそのものですね。やはりこの金箔っていうのは本当に純金ならではで、陽金箔っていう本物の金箔じゃない金色の箔っていうのもあるんですけど、ライニングに使っている革なんかについているのは、そういった本物ではない金に見える箔ですけど、これ本当の金箔なんですね。やはり金箔にしか出せない奥行きというか、この鈍い光沢感、やはりこれ純金箔使ってよかったなと結構正直迷ったんですよ。純金箔すごく高いし失敗も許されないということで迷ったんですけど、やはり本物にしか出せない質感がありますね。これ一発ではやっぱり無理なんで、ちょっと何度か練習はしました。こういったね、少し雲がかかったようなもやっとした質感で貼り付けていますので、おぼろ月のような、僕はこの月っていうのはやっぱりなんていうかな、奥ゆかしさというか、
こう静かなるオーラみたいなところをすごくこう月っていうのに感じるんですね。そういうところがうまく表現できているのかなと思います。ソールの造形とは関係なく月の模様を配置しています。月ってたまにこうびっくりするぐらい大きい時ってあるじゃないですか。何かの影から、ビルの影からとか木の影からこう少し覗いてる月とかってなんかこんなにでかいのって思うぐらい大きい時、黄色い時があると思うんですけど、なんかその迫力というか威圧されるようななんかこう威厳っていうのがなんとなくですけどうまいこと言ったなと、この、ソールの月にはかなり満足感があります。そして靴の中ライニングは全部この金箔張りの、純金箔ではないんですけど陽金箔張りの羊革ですね。こちら靴の中に入ってたシューツリーですね。ブーツのツリーって結構難しいですね。なぜかというと結構ここの高さがありますので、こういった2ピースタイプヒンジになっているものだと結構ここがね当たるんですよね。なので当たる角度だったり、当たる位置っていうのを考えながらしっかり靴に入るような造形にしております。こうやってシューツリーにしてみるとこの甲のあたりの抑揚、そしてかかとのくびれ感よくわかります。実際このシューツリーっていうのは出し入れするために木型とは異なる形状に削ってあるんですけど、靴の中に入れた時に木型の形状を保ちつつ、そして出し入れもできるようにしつつという、結構難しいですね。普段ブーツの釣り作ることが全然ないというか、作ったことがこれで3回目ぐらいなので結構難しかったんですけど、なかなかいい形状にできたと思います。これだけしっかり高さがあることで靴に入れた時もどうしてもここってねペコペコしますけど、しっかりこの甲とかかとの高さの部分も形状を保ってくれています。ということでナンバー21月影、こちらの作品福岡と札幌とそして東京と展示の機会が複数ありますので、ぜひたくさんの方に見ていただけたら嬉しいなと思います。僕のこのナンバーズコレクションで芸術作品として作る靴というのはナンバー18フォルス、そしてナンバー20のチャンピオンリバースと、これで3作目になりますが、靴を題材にした芸術作品ではなくて靴であることを前提として、その造形美デザインの美しさっていうのを極限まで強調していく、そういったコンセプト、そういった作品作りを心がけてますので、これパッと見て美しいなとかっこいいなと思っていただけると思うんですよ。もちろんね好き好みがあると思いますが、美しいなと多くの方に思わせたいという思いが自分の中にすごくありまして、こういった靴作りの場合は普段の靴作りでももちろん細部に気を使って最高のものと思ってやっていますが、こういったのはさらにそこを突き詰めて極限を昇華させていくっていうところをやってますので、僕の魂がこもっている命を削って作った作品だと思って、曲線の造形とかデザインのラインなんかをそういうのをねさまざまな角度から眺めていただければとても嬉しいと思います。もちろんねまだまだ未熟ですので、今回のこの月影でもここもっとできたな、こういう風にすればよかったなっていうのは多々あります。それも毎度毎度お客さんの靴を作る時もこういった作品を作る時も常にそうで、それを常にアップデートしていきたいし、いっていけてると思います。ただこの状態僕の人生の中ではまだまだ未完成とも言えますので、この作品も楽しんでいただきたいし、今後僕が作っていく靴や作品、楽しんでいってもらえるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それではチェリーシューズの展示会ぜひご覧ください。こちらブログにも制作過程などアップしようと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、ナンバー21月影でした。それではまた。